こんにちは。イオンチャンネルドラッグディスカバリーラボです。今回は NMDA 受容体阻害薬として知られるケタミンとエスケタミンについて紹介します。ケタミンはもともと麻酔薬、鎮痛薬として承認され、現在も医療現場で広く使用されている薬です。一方で、近年、ケタミンの光学異性体の一つである S 体、つまりエスケタミンがうつ病に対する治療薬としても承認されました。この動画では、ケタミンとエスケタミンがどのような薬なのか、そして特にエスケタミンがなぜ抗うつ薬として注目されているかを NMDA 受容体との関係を中心に紹介していきます。このスライドでは本動画の流れを示しています。まず、今回対象とする疾患であるうつ病について簡単に説明します。続いて、うつ病に対する主な治療法と従来の治療薬について整理します。その上で、ケタミンやエスケタミンがなぜうつ病治療薬として注目されるようになったのか、その経緯を紹介します。後半では、ケタミンという薬の特徴と、その標的であるNMDA 受容体について確認し、最後にケタミンやエスケタミンがどのように抗うつ作用を示すと考えられているのか、現在提唱されている作用基準仮説を見ていきます。それではまず、今回の対象となる疾患である大うつ病について簡単に説明します。大うつ病の大はメジャーに対する訳語です。ただし、大きいや重いという意味ではありません。一時的な気分の落ち込みではなく、診断基準を満たす明確なうつ病エピソードを指す言葉です。つまり、大うつ病はいわゆる医学的に診断されるうつ病の中心的な病形と考えると分かりやすいと思います。そのため、この動画ではこれ以降単にうつ病と呼んでいきます。うつ病では、まず気分が落ち込むという抑うつ気分が見られます。それに加えて、これまで楽しいと感じていたことに興味が持てなくなる、喜びを感じにくくなるといった症状が出ることがあります。また、意欲や活動性が低下し、日常生活を送ること自体が難しくなる場合もあります。さらに重い場合には、死について繰り返し考えてしまう、いわゆる起死燃料が出てくることもあります。つまり、単に一時的に気分が沈んでいる状態ではなく、一定期間続く症状によって日常生活や社会生活に明らかな支障が出てくる状態が問題になります。次に、うつ病の世界的なインパクトです。うつ病は非常にありふれた精神疾患で、世界でおよそ 1.8 億人が影響を受けていると推定されています。12ヶ月間の有病率は世界的に4から 5% 程度、生涯有病率はおよそ 10% とされています。また、女性では男性の約2倍多いこと、発症は20歳から25歳頃の若い成人期に多いことも特徴です。うつ病は学校や仕事への集中を難しくし、欠勤や休職、生産性の低下につながります。また、家族や友人との関係性にも影響し、孤立しやすくなることがあります。さらに、うつ病そのものに対する偏見や理解不足によって、周囲に相談しにくくなったり、助けを求めにくくなったりすることも大きな問題です。加えて、うつ病は心の症状だけでなく、体の病気とも関連しており、心血管疾患や肥満、2型糖尿病などの合併が多いことが報告されています。そして、うつ病は再発しやすく、一部の患者さんでは長期化することもあります。特に重要なのは、自殺リスクが上昇することです。このように、うつ病は気分の問題だけでなく、患者さんの QOL、
日常生活、学業、仕事、人間関係、身体の健康、そして生命予後にまで関わる非常に大きな影響を持つ疾患です。このような背景から、現在の治療で十分に改善しない患者さんに対して、新しい治療の選択肢が求められています。その中で注目されたのが、今回取り上げたケタミンになります。次に、うつ病の生物学的メカニズムおよび全体像を簡単に見ていきます。ただし、最初に前提として、うつ病の病態は非常に複雑で、まだ完全には解明されていません。この分子が変化するからうつ病になるといった単純な一つの原因では説明できる疾患ではありません。今回の動画では、この複雑な病態メカニズムの全てを詳しく説明することはしませんが、うつ病と関係すると考えられている因子に関しては簡単に紹介しておきます。うつ病では昔からセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンといった神経伝達物質系の変化が注目されてきました。実際、現在使われている多くの抗うつ薬もこのモノアミン系に関わる薬です。一方で、うつ病はそれだけでは説明できません。近年では神経可塑性の低下、脳構造や機能の変化、免疫・炎症系の関与、腸内細菌と脳の関係、ストレス応答に関わる HPA 軸、さらに遺伝やエピジェネティクスなどのさまざまな因子が関わっていると考えられています。重要なのは、これらの要素がバラバラに動いているのではなく、互いに影響し合っているという点です。その結果として、抑うつ気分や興味、喜びの低下といった情動症状だけでなく、疲労感、睡眠障害、食欲や体重の変化、さらに集中力や思考力の低下といった症状が現れます。つまり、うつ病は神経伝達物質だけの病気でも、ストレスだけの病気でもありません。多因子が相互に関与し合って発症や症状の維持につながる疾患と考えられています。このような複雑な病態の中で、これまでうつ病の治療薬では主にセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンといったモノアミン系の神経伝達物質が重要な標的とされてきました。以降のスライドでうつ病に対する治療法と現在使われている代表的な抗うつ薬を紹介し、その治療上の課題について整理します。ここでは、うつ病に対する治療法を大きく4つに整理していきます。まず1つ目が心理療法です。代表的には、認知行動療法、行動活性化療法、対人関係療法などがあります。うつ病では、否定的な考え方や活動量の低下、人間関係のストレスなどが症状を悪化させることがあります。心理療法では、こうした悪循環に気づき、認知、行動、対人関係のパターンを修正していきます。2つ目が薬物療法です。選択的セロトニン再取り込み阻害薬、セロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬、ノルアドレナリン作動性、特異的セロトニン作動性抗うつ薬、三環系抗うつ薬などが代表例です。3つ目が脳刺激療法です。ECT、TMS、TDCS などがあり、脳の活動や神経回路を直接的に調整する方法です。特に ECT は効果発現が早く、重症例や治療抵抗性のうつ病で重要な選択肢になります。4つ目が運動、生活習慣介入です。有酸素運動、筋力トレーニング、睡眠改善などが含まれます。これらは単独の治療というより、薬物療法や心理療法と併用しながら、
腰痛症状や身体合併症の改善を目指すものになります。このようにうつ病の治療法には様々な選択肢があります。この動画ではその中でも特に薬物療法に注目します。うつ病に使われる主な治療薬を作用の考え方ごとに整理してみました。まず、従来の抗うつ薬としてよく使われるのが選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI、 セロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害薬 SNRI、 ノルアドレナリン作動性特異的セロトニン作動性抗うつ薬 NASSA、 三環系抗うつ薬 TCA、 モノアミンオキシダーゼ阻害薬 MAOI などです。これらの多くはセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンといったいわゆるモノアミン系の神経伝達に関わる薬です。例えば SSRI はセロトニンの再取り込みを阻害することでシナプス間隙のセロトニンを増やす方向に働きます。抗うつ薬だけで十分な効果が得られない場合には増強療法として第2世代抗精神病薬が追加されることがあります。アリピプラゾールやクエチアピンなどがその例で、ドパミンやセロトニン受容体を調節することで抗うつ薬の効果を補う目的で使われます。そしてこの表の一番下にあるのが今回注目する NMDA 受容体調節薬です。ケタミンや S ケタミンは従来のモノアミン系抗うつ薬とは異なり、グルタミン酸系や神経回路の調節に関わる薬として位置づけられています。特に効果発現が比較的早いこと、そして治療抵抗性うつ病で注目されていることが大きな特徴です。ここで登場する治療抵抗性うつ病とは、十分な容量と期間で2種類以上の薬物治療を行っても症状の改善が不十分な状態を指します。このような患者さんでは従来薬の切り替えや増強療法に加えて ECT や TMS、 そしてケタミン系治療のような新しい選択肢が重要になります。このようにうつ病の薬物治療は長い間モノアミン系を中心に発展してきましたが、従来薬の課題として効果判定まで数週間を要する点や寛解に至らない患者が一定数存在する点、副作用により継続が難しい場合がある点が挙げられます。これ以降のスライドではまず従来のモノアミン系抗うつ薬の背景にあるモノアミン仮説を整理し、その後にケタミンがなぜ従来薬とは異なる抗うつ薬として注目されているのかを見ていきます。ここではモノアミン仮説について抗うつ薬開発の歴史とともに簡単に説明します。1950年代、うつ病に効く薬として2つの薬が偶然に発見されました。一つが結核治療薬として使われていたイピロニアジドです。結核患者さんに使われる中で気分の高揚や活動性の改善が観察され、後に抗うつ作用が注目されました。イピロニアジドはモノアミンオキシダーゼを阻害し、セロトニンやノルアドレナリンなどのモノアミンを増やす方向に働きます。もう一つがイミプラミンです。これはもともと抗精神病薬の候補として検討されていましたが、期待されていた抗精神病作用ではなく、うつ病患者さんの症状を改善する作用が見つかりました。イミプラミンはセロトニンやノルアドレナリンの再取り込みを阻害する三環系抗うつ薬 TCA として使われるようになります。
最初期の抗うつ薬であるモノアミンオキシダーゼ阻害薬や TCA は開発の出発点としては偶然に発見されましたが、どちらも結果的にモノアミンの神経伝達を増強する方向に働く薬であることが判明しました。この発見の共通点から、うつ病ではセロトニンやノルアドレナリンなどのモノアミン神経伝達が低下しているのではないかというモノアミン仮説が提唱されていきます。その後、この仮説を背景に、より選択的にセロトニン再取り込みを阻害する薬、つまり SSRI の開発につながっていきます。特にフルオキセチンはセロトニン再取り込みを標的として合理的に開発され、1987年に FDA で抗うつ薬として承認されました。その後、多くのモノアミン調節薬が開発され、現在でもうつ病治療で貢献しています。しかしながら、モノアミン仮説はうつ病のすべてを説明できるわけでなく、またモノアミン調節薬は効果の発現までに時間がかかること、寛解に至らない患者さんが一定数いること、そして副作用に基づく継続性といった課題がありました。その中で、なぜケタミンが従来とは異なる抗うつ薬として注目されているのか、その発見の経緯も含めて紹介していきます。ケタミンがどのようにして抗うつ薬として注目されるようになったのかを時間軸で整理してみます。まず重要なのは、ケタミンはもともとうつ病の薬として開発されたわけではないという点です。1960年代に麻酔薬、鎮痛薬として開発され、解離性麻酔薬として臨床で使われてきました。大きな転機となったのが2000年の報告です。バーマンらは麻酔に使う量よりも低い容量の常駐ケタミンによってうつ症状が比較的短時間で改善する可能性を報告しました。これは従来の抗うつ薬とは大きく異なる特徴でした。一般的な抗うつ薬では効果を判定するまでに数週間かかることが多いのに対して、ケタミンでは数時間から数日という単位で変化が見られる可能性が示されたからです。さらに重要なのは、ケタミンが従来の SSRI や SNRI のようなモノアミン系の薬ではなく、主にグルタミン酸神経伝達、特に NMDA 受容体に関わる薬だという点です。この発見をきっかけに、うつ病治療をモノアミンだけでなく、グルタミン酸系や神経可塑性という視点から考える流れが強くなってきました。その後、2000年代から2010年代にかけて、特に治療抵抗性うつ病、つまり既存の抗うつ薬で十分に改善しない患者さんを対象に臨床試験で検証が進められました。そして実際の承認につながったのがケタミンの S 体である S ケタミンの点鼻薬です。米国では2019年に治療抵抗性うつ病に対して経口抗うつ薬との併用で承認されました。さらに2020年には急性の自殺燃料や自殺行動を伴う大うつ病の抑うつ症状に対して適用が広がりました。そして2025年には治療抵抗性うつ病に対する単剤使用も承認されています。ここで注意したいのは、承認されているのはケタミンそのものではなく S 体である S ケタミンだという点です。次のスライドでケタミン、S ケタミンについてもう少し詳細な説明をしていきたいと思います。これまでも少し触れてきましたが、一般にケタミンと呼ばれる薬はラセミ体です。ラセミ体というのは
R 体と S 体という鏡に映したような関係にある2つの異性体が混ざったものです。つまり、ケタミンは単一の分子ではなく、R ケタミンと S ケタミンの混合物として使われてきた薬です。このうち S 体が S ケタミンと呼ばれています。うつ病治療薬としては、S 体である S ケタミンが承認されていますが、一方で R 体である R ケタミンについても抗うつ作用との関連の研究はされています。また、ケタミンは体内で代謝され、ノルケタミン、ヒドロキシノルケタミン、デヒドルノルケタミンなどの代謝物が生じます。特にヒドロキシノルケタミンなどの代謝物については、抗うつ作用への関与も研究されており、ケタミンの作用を考える上で重要なテーマの一つとなっています。では次に、その作用を考える上で中心となる NMDA 受容体について見ていきます。ここで NMDA 受容体の基本的な構造を確認していきます。NMDA 受容体は興奮性神経伝達を担うイオンチャネル型グルタミン酸受容体の一つです。構造としては、グル N1 とグル N2 サブユニットからなるヘテロ4両体構造をとります。左に示しているように、グル N1 と1種類のグル N2 からなる2種ヘテロマー受容体もあれば、グル N1 とグル N2A、グル N2B といったように複数のグル N2 を含む3種ヘテロマー受容体も存在します。NMDA 受容体が開くためには、グル N1 にグリシンまたは D セリン、グル N2 にグルタミン酸が結合する必要があります。さらに、通常はチャネル構内がマグネシウムイオンによってブロックされているため、膜の脱分極によってこのマグネシウムブロックが解除されることも重要です。チャネルが開くと、ナトリウムイオンやカルシウムイオンが細胞内へ流入します。特にカルシウム流入は細胞内シグナルの引き金となり、神経可塑性、つまり学習や記憶に関わる変化を制御します。このように NMDA 受容体は神経機能に重要な役割を持つ一方で、その機能以上はさまざまな精神・神経疾患にも関与すると考えられています。次に NMDA 受容体の代表的なリガンドと阻害薬の結合部位を整理します。まず、生理的なリガンドとしては、グル N1 側にグリシンまたは D セリン、グル N2 側にグルタミン酸が結合します。これらはリガンド結合ドメインに結合し、受容体が開口しやすい状態を作ります。実際にイオンが流れるためには、膜電位の変化によってマグネシウムブロックが解除されることも重要です。そして今回の動画でフォーカスしているケタミンが主に作用するのは、こちらに示したチャネル構内の PCP サイトです。ここにはフェンシクリジン、ケタミン、S ケタミン、メマンチンなどが結合します。重要なのは、これらの薬はグルタミン酸やグリシンの結合部位を阻害するわけではないという点です。これらの化合物はチャネルが開いた状態でチャネル孔の内側に入り込み、イオンの流れを阻害します。そのためケタミンをはじめこれらの化合物は非競合的、あるいはユーズディペンデントなチャネルブロッカーとして説明されます。本動画のメイントピックから少し外れますが、NMDA 受容体には
このチャネル構内以外にも薬剤が作用する部位があります。こちらに示した ATD 界面には、グル N2B 選択的なネガティブアロステリックモジュレーターであるイフェンプロジルや EBT101 が結合します。イフェンプロジルの結合部位はグル N1 とグル N2B の ATD ヘテロ二両体界面にあることが示されています。また EBT101 自体の開発は中止されていますが、このグル N2B 選択的なアロステリック阻害という考え方自体は現在も研究が続いています。NMDA 受容体を標的とした薬剤開発は、かつてのような非選択的な阻害薬だけでなく、グル N2B などのサブタイプ選択性や、またグリーン遺伝子の機能核的変異体を標的とするより精密なアプローチへと広がっていっています。それではメインのトピックに戻って、ケタミンや S ケタミンがうつ病に対してどのようなメカニズムで作用すると考えられているかを見ていきます。ここではケタミンの抗うつ作用について現在考えられている代表的な仮説をまとめます。まず左側は休息作用に関わると考えられている脱抑制モデルです。ケタミンは NMDA 受容体を阻害する薬ですが、その作用点の一つとして GABA 作動性介在ニューロン上の NMDA 受容体が考えられています。通常 GABA 作動性介在ニューロンは興奮性ニューロンの活動を抑える方向に働きます。そこにケタミンが作用して NMDA 受容体を阻害すると GABA による抑制性入力が低下します。その結果、興奮性ニューロンが抑制から解放される、つまり脱抑制が起こります。これによりグルタミン酸放出が増加し、ポストシナプスのアンパ受容体が活性化されます。このアンパ受容体を介したシグナルの立ち上がりがケタミンの急速な抗うつ作用の初期トリガーになると考えられています。次に急速な抗うつ作用の後の可塑性回復と抗うつ効果の持続に関わると考えられている経路も紹介します。通常 NMDA 受容体を介したカルシウムシグナルは EEF2 のリン酸化を介して BDNF タンパク質の産生を抑える方向に働くと考えられています。一方でケタミンが NMDA 受容体を阻害すると、この BDNF 翻訳を抑えていた経路が弱まり、抑制が解除されます。その結果 BDNF の翻訳が促進され、 BDNF がトラック B 受容体を活性化します。さらにその下流で mTOR シグナルが活性化し、タンパク質合成やシナプス形成、樹状的スパインの回復などシナプス可塑性に関わる変化が誘導されます。このような可塑性の回復がケタミンの効果が投与後もしばらく持続する理由の一つと考えられています。ただし冒頭にも示したようにケタミンの作用基準は完全には解明されていません。最後にケタミンが示した新しい抗うつ治療の考え方を整理します。従来の抗うつ薬の多くはセロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンといったモノアミン系を中心に発展してきました。これらの薬は現在も重要な治療選択肢ですが、効果発現までに数週間かかることや、十分に改善しない患者さんがいることが課題とされてきました。一方、ケタミンや S ケタミンは
NMDA 受容体を阻害することでグルタミン酸の放出の調整、アンパ受容体の活性化、神経回路のモジュレーションなどにつながると考えられています。その結果、従来薬とは異なり、数時間から数日単位で効果が現れることが示されています。これは治療抵抗性うつ病のように早期の改善が求められる状況において非常に重要な特徴です。つまりケタミンはうつ病治療に対して迅速な効果、神経回路可塑性を標的とするという新しい視点をもたらした薬だと考えられます。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。今後も新たな薬が開発された背景やその薬の特徴に着目して創薬に携わっている方や学んでいる方の参考になる情報を発信していきたいと思います。参考にした文献や特許情報は本動画のコメント欄に引用を記載していますので、深掘りしたい方は参考にしてください。次の動画も楽しみにしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。